こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はトピックスとしてどうなる令和8年度の各種政策の行方ということで、令和8年度以降の補助金、助成金、外国人関連の政府の動向について、考察をしてみたいと思います。今ですね、政権非常に揺れ動いている中ではありますけれど、令和8年度の概算要求というのが各省庁から出揃ったという状況になっております。概算要求の内容を見ますと、令和8年度以降各省庁がどのような内容に取り組んでいこうとしているのかというのが読み取れるということになりますので、この内容を先取りをした上で、自社の来年度の方針、取り組み内容について、今から検討、そして準備を進めていってほしいと思います。今回の概要ですけれど、令和8年度の概算要求から考える外国人関連の内容、補助金の内容、助成金の内容、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、法務省関連として外国人関連ですけれど、こちらにつきましては、概算要求額が8774億円ということで、当初の予算費で719億円増加をしているということになります。そして外国人関連の部分、企業経営に影響してくる部分として気になるのが、まずは不法滞在者対策ということで、以前も動画でご紹介はしておりますけれど、不法滞在ゼロプランというのが立ち上がっております。ここに関しまして、予算を2倍以上つけて229億円で不法滞在者対策というのに取り組んでいくという形になります。不法滞在者を減らして外国人材を適正に受け入れる体制の整備費用という形になっておりまして、どのような対策内容かと言いますと、強制送還が確定をした外国人の送還の推進、そして、以前からありますけれど、在留カードとマイナンバーカードの一体化に向けたシステム開発費という形。そして、育成就労制度、技能実習制度廃止になりまして、育成就労制度が2027年からスタートとなりますけれど、当初は4月スタートと予想をしておりましたが、概算要求の資料によりますと、6月までに施行という形になっているので、4月1日施行はないのかなというふうに個人的には考えております。また、以前も動画でご紹介しておりますけれど、エスタと言われるものの日本版ジェスタですね。こちら入国者の審査を日本へ渡航前に実施ができる新たなシステム導入に向けた費用ということで、近年のインバウンド急増を受けまして、こちらは前倒しで取り組んでいくという形になっております。また、予算額に関しましては、金額を明示しない事項要求として計上しているので、どのくらいかかるかは少しまだわからないという状況になっております。続きまして、厚生労働省の方ですけれど、こちらはですね、主に企業に関わるのは助成金関係かと思いますが、厚生労働省非常に予算額が大きくて34兆7929億円で過去最大という形になっておりますが、この34兆円のうちの32兆円は年金や医療関係という形になってきます。そしてですね、厚生労働省で挙げている内容としては、大きいのは賃上げの支援、非正規労働者への支援ということで、2022億円で、前回に比べて2003億円から増加をしているといった状況です。この中でですね、とりわけて大きなポイントはないんですけれど、2029年までの5年間で中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5年計画を
進めていく、取り組んでいくという形になっております。この計画に基づいて厚生労働省は行っていくという形になりますので、この賃金向上推進5カ年計画についての内容も知っておく必要があるかなと思っております。またその他ですね、今非常に協力的に進めておりますけれど、リスキリング、そしてジョブ型の人事、労働移動の円滑化というところも項目として上がっております。また、深刻な人手不足というのもありますので、こちらに関しては510億円つけている。また、その他、年金関係で問題になりましたけれど、就職氷河期世代の方たちへの支援、そして、障害者、この障害者の法定雇用率の引き上げというのも目前になっております。また、高齢者等の多様な人材の活躍促進といったところに取り組んでいく。そして、今非常に、助成金関係ありますけれど、多様な働き方への環境整備、両立支援、ワークライフバランスといったところではですね、テレワークの一層の推進、また今現状は、努力義務となっておりますけれど、勤務間インターバル制度、また進めていくという形になりますので、いずれか義務になるのかなというふうに考えております。そして今、非常に厚生労働省が推しているのは多様な正社員制度という形になっております。また、最近はですね、カスタマーハラスメント、非常に問題になっております。また、パワーハラスメント、パワハラに関しても依然減らない。男性育休取得率増加をする中で、パパ育休取得へのハラスメントというのも今非常に問題になっているので、ハラスメント対策への推進ということで75億円計上をしているという状況になっております。その他ですね、フリーランスへの対応ですとか、男女間の賃金格差、ジェンダー平等と言われるところですけれど、このあたりの対策に対しても、厚生労働省は取り組んでいくという形になっております。ではですね、この厚生労働省が挙げている賃金向上推進5カ年計画とはどういったものなのかについてまずは見ていきたいと思いますけれど、こちらはですね、2025年6月に策定をしたものになりまして、2029年までに実質賃金を1% 引き上げるというものになっております。今現状ですね、賃上げ非常に 5%、6% といった形で数字的に上がっておりますけれど、物価の方がさらに上がっている関係で、実質賃金は依然マイナスのままといった状況が続いております。そんな中でですね、2020年代に全国平均の賃金として1500円を目指すという政府目標がありますので、こことのリンクの関係で5カ年計画が作られているといった状況になります。この2020年代に全国平均1500円という形になってくると、2025年は除きまして、あと4回ほど賃上げというのを、最低賃金の賃上げというのがありますけれど、そうすると平均でいくと94円、95円程度引き上げていかなければいけないという形になっております。2025年は63円という目安が出ておりましたけれど、2026年以降はもう60円台では収まらなく、70円は視野に入ってくるだろうなというふうに考えております。この中ですね、中小企業、小規模事業者の賃金向上推進5カ年計画というのを4つの柱を設けております。4つの柱によってですね、生産性向上、経営基盤の強化を図っていくという形になっておりまして、まずは生産性の向上ということで、5年間で60兆円を、使うという形になっておりまして、特に12業種を重点的に支援ということで、業種別の省力化投資促進プランというのを作っております。該当業種の方はですね、ぜひこの省力化投資促進プランというのも一読してもらえればと思いますが、業種としては、小売業、建設業、飲食業、宿泊業、生活関連、医療、福祉といった形になりますので、ほぼ全てではないかなというふうに個人的には思っているので、特にという意味もあまりないかなというふうに考えております。また、賃上げを後押しするための価格転嫁というのも今非常に行われておりますので、価格転嫁の促進、そして賃上げ、そして時間外労働削減という形で、やはり人材の育成と処遇改善によってリスキリングの促進と活性化も今非常に力を入れている。また、経営者が高齢化することによって、事業の廃止というのも多くなってきている関係で、事業承継ですとか M&A の支援というのも積極的に行っていくという形になっております。
そしてですね、中小企業庁補助金関係としてはですね、中小企業対策として、令和8年度は1378億円で、非常に予算額を増やしているといった状況になっておりますが、内容を見る限り新たな補助金が作られるといった内容はありませんけれど、やはり気になるのはですね、新たに設けられました中小企業生産性革命推進事業の中の成長加速化補助金ではないでしょうか。こちらは以前動画でご紹介はしておりますけれど、売上高100億円を目指して大規模な投資を後押しをしていくものという形になっております。従いまして予算額非常に多くつけておりますので、新たな補助金は創設されない可能性が高いですけれど、既存の補助金ですね、今後さらに公募回数が増えたり、もしくは採択率が上がったりする可能性がありますので、補助金関係ですね、令和8年度考えている方は今から準備をすると良いかもしれません。またその他ですね、やはり今積極的に政府が行っているのが海外ということで、海外展開への支援も行っておりますので、今現状需要が、対象が国内だけという事業所はですね、少し海外も見据えた取り組みを進めていってはいいかなというふうに思っております。そして最後に注意点とまとめですけれど、人件費の増加ですね、最低賃金の引き上げもありますけれど、2026年から支援金制度による保険料増加というのもあります。社会保険の適用拡大というのも順次進んでいきます。もうすでに確定をしているという状況。また、賃金単価自体も最低賃金の全国平均1500円目標ということで、どんどん引き上がってくるといった状況になっております。そんな中でですね、生産性向上と人材確保ということで、賃金以外、働きやすさの部分での労働環境整備の促進というのも非常に中小企業にとっては重要かなというふうに考えております。まずは業務内容の見直し、人員の再配置を行っていただいて、従業員への教育というのも取り組んでもらいたいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。